くんです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はね、Apple の新製品発表会が開催されるのではについてですね、お話ししたいと思います。いくつかこの新製品がね、発表されるのではないかと言われておりますので、どの製品がね、じゃあ発表されそうなのかっていうのをね、ちょっとここすべてお話ししたいと思います。で、また製品ごとにそのリーク情報だったりですね、細かいちょっと性能とかについてもお話ししようかと。はい。で、またね、皆さん気になる価格が、じゃあどのぐらいになるのかっていうのもお話ししようと思いますので、最近ちょっと Apple 製品なんかね、買おうかなみたいな、ちょっと考えてる方はですね、ぜひ参考になると思いますので、最後までご覧いただければと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするですね、リーク情報だったり、賢い買い方のね、わかりやすい解説、だったりですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを、定期的にアップしてますので、僕も含めてね、皆さんと一緒に、IT リテラシーがね、こう高まるような、高めていきたいと思ってますので、ぜひ、まずチャンネル登録してない方はチャンネル登録していただいてですね、最新情報をね、どんどん受け取ってもらえればと思います。役に立ちます。で、通知ベルもね、さらにこうオンにしていただくとですね、一番右のなんかベルみたいなやつですね。そしたらね、もうさらにこう最新の情報が届きやすくなりますので、ぜひね、これもオンにしていただければと思いますね。いろいろ後悔する方も出てきてますので、ぜひ。で、まずはその発表会のね、日程なんですけども、3月にApple のその発表会があると。これを言われてるんですが、3月のじゃあいつやねんっていうね、ところですよね。今一番有力なのが3月16日の、火曜日ですね。日本時間の17日の、水曜日に、開催されるのが有力なんじゃないかと今言われておりますと。例えば、昨年の2020年の場合ですね。だと、3月18日に、iPad Pro が発表されております。ただ、発表会はなかったんですけどね。サイレントで発表されたんですが、Apple のこの発表会っていうのは、なぜかわかんないけど、月の真ん中のその火曜日っていうのがね、多いんですよね。ただ、なんかそのね、ブルームバーグの記者ですね、マーク・ガーマン氏によりますと、3月16日のその発表会が開催されることはないというふうな、なんかその否定のツイートっていうのがね、出されてたりもしたので、もしかしたら3月16日じゃないかもしれないんですけども、別の案としては、例えばなんですけども、3月23日の、例えば火曜日とか、日本時間24日の、水曜日の午前2時とか、になるかもしれないと。はい。これも結構あり得そうということで、例えば2018年と、2019年ですね。そっちには、3月の終わりの方にですね、25日とか28日の方に、発表会が行われたりしてましたので、全然3月終わりの火曜日とかも、全然ありえそうかなっていうところですね。イベント自体がね、もしかしたらないっていうこともあるかもしれないんですけど、そこら辺についてはちょっとわかりませんが、ただ3月には、何かしらね、その新製品の発表っていうのは必ずあるんじゃないかと思いますね。はい。では、じゃあその3月の発表会で、じゃあどんな製品がね、出るんですかっていうね、ここ気になりますよね。はい。すべてここ見ていきたいと思います。で、まずは、Apple TV ですね。はい。Apple TV ってね、聞いたことある方も多いと思うんですが、何っていうね、思う方、ちょっと多いと思いますんで、例えばそのテレビにつないで、インターネット経由で、動画をね、結構楽しめる、デバイスになるんですが、例えばその YouTube とかですね、Netflix とか、Hulu とかね、最近のそのテレビっていうのはね、そもそもそのアプリとかね、が、結構内蔵されてたりするので、YouTube とか Netflix とかね、最近もう最初から入ってるじゃないですか。それになんで近いですね、かなり。そうじゃないね、対応してない、テレビとかでもですね、テレビに挿したりすると、そのストリーミングね、サービスが楽しめたりすると。僕もApple TV ね、使ってるんですけども、例えば Dolby Vision とか、Dolby Atmos とかいうね、もの対応してるので、例えばこう画面が綺麗だったり、音がすごい良かったりするんですね。音質とかは良かったりしますね。どうしてね、僕が Apple TV 買ったかっていうとですね、ホームポットっていう Apple のスマートスピーカーですね。ホームポットミニっていうのは最近出たんですけども、その大きい方ですね。もう少し前に出たやつがあるんですけども、これ音がね、めちゃめちゃいいんですよ。コンセントプッて繋ぐだけで、普通大きいね、でっかいね、スピーカーとか結構いろいろ線とかめんどくさかったりするんですけども、それだけでめちゃめちゃ音いいのに、音いいんですが、なんか AirPlay っていうね、企画で繋ぐので、テレビと例えば Bluetooth で繋ぐっていうのができないんですよね。はい。ただこれ Apple TV とだとできるっていうね、はい。商売上手な Apple さんなんですけども、はい。なんで結構簡単にホームシアターができるたりするんで、結構いいんですけども、はい。基本的に動作自体はね、大丈夫なんですけども、やっぱりね、たまに思った通りね、動かなかったり、その接続がね、ちょっと悪かったりする時があって、そ
そういったりするのでアップデートやっぱ欲しいかなっていうね、ところはありますね。やっぱこの Apple TV 自体もですね、2017年の9月に発売してから、要するにアップデートされてないんですよ、4年ぐらい。なんでそろそろね、A10X チップっていうね、結構古めのチップ乗ってるんで、例えば A12X とか乗るとか、それかもしかしたら最新の A14 チップとか載せてくれれば非常にね、嬉しいですね。搭載もあるかも。去年の2020年のね、3月25日にアーケードとか、これ毎月のなんか支払いで100タイトル以上のね、なんかゲームがこう遊べますよみたいなやつなんですけども、とか、あと Apple One っていうね、Apple Music と Apple TV ですね。これなんか Apple の Netflix 版みたいなやつとか、iCloud の容量とかね、50ギガとかでまとめてこうサブスクで1100円。月額で安くなるよみたいな。そういったサービスも、やっぱりね、サービス周りが、ね、結構充実してきているので、そろそろね、やっぱこのご時世もあって、おうち時間でその動画見るっていうね、結構多いじゃないですか。なので結構、発表ね、来るんじゃないかと思います。続いてはですね、皆さん、お待ちかねのですね、iPad Pro ですね。僕も欲しいんですけども、僕自身もね、2本ぐらい、動画今出してるんですが、一応iPad のその買い方みたいなところについてはですね、再生リストも用意してますので、こちらもぜひね、ご覧いただきたいんですけども、ずっともうこの1年ぐらいね、そのリーク情報というか iPad Pro 出るんじゃないか、こういう性能で、みたいな、が出回ってるんですよね。そろそろ出そうなので、本当今はね、待った方がいいと思いますね。で、新型 iPad Pro には、ミニ LED っていうね、ものが搭載、噂されてまして、これは、液晶と、いわゆる有機 EL ディスプレイもう本当いいとこ取りしたみたいな、新しいね、技術なんですけども、コントラストとか、その明るさのあるね、綺麗な画面っていうのが、iPad でも見れると。そういうのが Apple 製品に初めてやっぱ搭載されるのがやっぱ iPad Pro じゃないかと言われております。で、最新の、A14X チップっていうのが、おそらく搭載されてですね、今すごい話題なんですけど、M1 のその MacBook、最新のその MacBook よりも超えるような、高性能なね、ものになるんじゃないかと思いますね。で、またやっぱ 5G とかね、こう使えるようになってですね、対応して、一緒にその新型の、マジックキーボード。これなんか iPad にそのキーボードとなんかトラックパッドをつけて、なんか MacBook みたいにね、使えるものなんですけども、それも新しいね、純正ケースあるんですけども、それも新しく出るということですね。はい。多いのはその11インチのモデルっていうのも、一緒に出るのかどうかっていうところなんですけども、一応 iPad Pro には11と、12.5、9インチっていうね、2つのサイズが選べるんですが、おそらく僕は出る可能性がね、高いんじゃないかと思います。ただ、そのミニ LED ですね、さっき言ったミニ LED の搭載自体は 12.9 インチのモデルのみっていうね、ことになるかもしれないんですけども、基本的にその中身とかね、基本的にその M1 チップベースにした、同等なその高性能なね、A14X チップ搭載だったりとか、5G 対応とか、新しい多分カラーとかね、ちょっとデザインとかも、微妙に変わると思うので、そこら辺はやっぱ、12.9 インチとも、同じだと思うので、非常にね、期待したいかなと思います。はい。で、価格についてなんですけども、おそらく今のね、価格を維持するんじゃないかと思いますので、税別、11インチで 84,800 円からとか、になるんじゃないかと思いますね。このご時世もあるのでね。なんで、ちょっとさらに詳しくはですね、iPad Pro については動画2本出してますので、そちらを見ていただくとかなりわかりやすいと思いますので、こちらもどうぞ。で、また、iPad に関しては、One More Thing。はい。もう一つね、あるかもしれないっていうのがね、ものが、長らくこのアップデートのないですね、iPad mini ですね。iPad Pro にね、比べると、ちょっと発表の確率自体はね、ちょっと下がると思うんですけども、2019年にね、新型出てからですね、もう2年、ちょうど2年ぐらいね、アップデート音沙汰なしというか、なので、やっぱ発表あるんじゃないかと言われております。いろんなほんとちょっとね、情報が今飛び交ってはいるんですが、昨年のね、元々のその情報とか辿っていくとですね、ミンチーコーさんという方が、10.8 インチの iPad と、8.5 から多分9インチぐらいの iPad mini が出るんじゃないかっていうね、あったんですが、この 10.8 インチっていうのが、昨年登場したね、iPad Air 4のことになりますね。ということで、ある意味当たってると。で、iPad Pro に、似たようなね、全画面のデザインで、カラフルですね。で、カラフルなやっぱバリエーションが出てきて、USB-C 搭載になって、タッチ ID がね、電源ボタンに内蔵されたモデルとなったわけなんですよね。iPad Air 4は。で、もしかしたらこの iPad mini もその iPad Air 4のように、全画面のデザインになって、今が7.9 インチのサイズなんですけども、少なくとも8インチとか、でもしかしたら9インチぐらいでね、なるかもと思われております。はい。なのでこれがね、仮に実現すればですね、iPad mini の本当フルモデルチェンジというか、全然違ったものになる。本当分かりやすく言うと、iPad Air 4を本当に小さくしたみたいな、ものになるんじゃないかなと
思いますね。まあ、なのでやっぱね、チップとかもやっぱ高性能の多分おそらくまあ A14 チップとか、新しく搭載されたその電源ボタンね、内蔵のタッチ ID とかですね、あとまあ USB-C のポートとか、まあライトニングはもういらないので、はい。まあ使えるんじゃないかと思いますね。まあこうなってくるとおそらく Apple Pencil の例えば第2世代とか iPad 本体にこうパチッとね、磁石でくっつけて充電できるようなものもね、使えるのかなとか思ったりしますね。はい。っていうのが、これが理想のパターンですね。はい。で、もう一つ、パターンがあって、もしかしたらこっちは現実的な、アップデート。まあ、こっちの方が確率としては僕は高いと思うんですけども、まあ、基本的には、マイナーチェンジっていうことで、まあ、iPad mini の登場の可能性もあると。やっぱね、割と、まあ、リーカーの人たちの意見も、どっちかっていうと、やっぱこっちより、まあ、iPad Air 4みたいなデザインというよりは、やっぱ、基本的に今のデザインを、まあ、踏襲するというか、そんな変わらないっていうところで、なんで、基本的に今の iPad mini と同様に、ホームボタンのそのタッチ ID ですね。ベゼルですね。結構縁が太めな、まあ、デザインのままですね。ただ、このベゼルが、まあ、ちょっとおそらく横側かなが細くなって、まあ、画面サイズが 7.9 から、まあ、8インチとか、まあ、8.4 インチとか、まあ多少なんですけども、まあ大きくなるかなっていう。まあそのぐらいのところですかね。まあデザイン部分で本当大きな変化はないというところですね。まあただ一応中身のチップはおそらく A12 から、まあ、A14 とか、まあA13 になるかもしれないですけども、まあ高速にはなると。本当 M1 のね、MacBook みたいな感じで、中身だけすごいアップデートするっていう感じになる。まあとどまる可能性が高いんじゃないかと思いますね。はい。まあもちろん理想的にね、さっきのその iPad Air 4をちっちゃくしたみたいな方がいいんですけどね。はい。まあちょっとどうなるかっていうのは、発表会までお楽しみっていう感じですね。これはちょっとわかんないです。で、価格についてなんですけども、まあ仮におそらく iPad Air 4のようなその全画面デザインを採用するのであれば、まあやっぱり価格はね、ちょっと上がるんじゃないかなと思いますね。なんで今がだいたい税別で45,800円とかなので、まあ、もしかしたら5万円ぐらいになるかもしれないですね。まあ iPad Air 4がまあ今62,800円からなんですね。税別で。まあなのでそれ以上になることはまずないと思うんで、まあ1万円ぐらいの差って考えるとまあ5万円ぐらいなのかなっていうところか、まあ仮に例えば現在のデザイン維持とかの場合だとまあ45,800円そのままとか、まあ、もしかしたら据え置きのまま出てくるかもしれないんですけども、まあおそらくそのぐらいの価格にはなるんじゃないかと思いますね。そしてですね、また新製品として登場しそうなのがずっとこのね、噂されてます。AirTag ってものですね。はい。これは、全然新しい製品になるんですが、これはね、どういうものかっていうと、まあ、いわゆるその忘れ物防止タグというね、ものですね。これ非常に便利なんですけども、財布とか鍵とかにこうつけておけばですね、まあ、例えばその財布とか鍵、なくしたりすることないですかね。僕結構毎回ね、どっか家でもなんかどこ置いて、どこやったっけみたいな、まあ、あるじゃないですか。まあそういう時に、例えば iPhone でその GPS ね、その場所をね、特定できたりとか、まあタグをつけておくことで、で、またこう逆にこう鳴らしたりして、まあ音を鳴らしたりして、なんかあったあったとか、まあこうやって見つけれたりね、できるものなんですけども、まあ他にももちろんその落とし物タグってね、結構いっぱいあるんですけどね、僕が以前紹介したものだと、タイルとかおすすめなんですけどね、結構なくしがちな人には非常におすすめです。で、AirTag は、じゃあどういうとこが違うのかっていうと、Bluetooth とか普通ね、Wi-Fi で探すんですけども、まあそういったものよりは正確な、なんか超広域帯域チップね、UWB チップですね。まあというものを採用するんじゃないかと言われております。これどういうものかっていうと、まあ GPS のね、信号とか結構届かないところあるんですよね。壁が結構厚かったりとか、まあ GPS 微妙にずれてたりする時もあるんで、まあそういった場所でもなんかね、数センチ単位で場所を測定できるっていうね、そういう無線システムのことらしいんですが、はい。ね、もうなんか怖いよって感じなんだけど、これ実際に、iPhone 11とかですね、iPhone 12とか、Apple Watch の最新のものとかにもね、実は搭載されてまして、ってことは、おそらくこれ AirTag に使うものだよねっていうね、ことで、そろそろ来るんじゃないかと言われておりますね。あとまあその iPhone でね、その AirTag のなんか管理画面みたいなものが、そういったものがちょっとリークされたりもするので、まあそろそろ来るんじゃないかなっていうね、が、結構こう、もうほんと半年ぐらいずっと言われてますね。あと、まあ面白いなと思ったのは、そのキーホルダーですね。もしかしたら一緒に抱き合わせなのかわかんないキーホルダーも AirTag 用のリークされてるので、やっぱこういうなんかおしゃれにこう、カバンにつけたりとか、釣れるようにすれば売れそうだなっていう感じで、いや、これアップルさんうまいなと、まあ純正でね、そういうの作って、これ高そうだなと思ったけど、ただ今、その外出の機会っていうのが、このご時世なんで、ちょっとまあ減ってるっていうのもあって、まあどうなのかな、そのもしかしたら発表を見送るとかもあるかもしれないんですけどね。まあどうですかね。はい。皆さんこの AirTag どう思いますか？欲しいですか？はい。ちょっとコメントいただければと思います。で、またもしかしたらその AirPods 3とか、また AirPods Pro の登場も、まあ、もしかしたら結構早いんじゃないかな、もうすぐっていう風にね、言われてたりはするんですが、
ただその3月には結構今言ったように、iPad とか、AirTag とか、いろんなね、Apple TV も含めてですけども、結構いろんな数の製品がね、発表されそうなので、一緒にそのね、出てくるっていう確率はちょっと AirPods が低いかなと思いますね。はい。なので、おそらくやっぱ4月あたりにね、登場とかじゃないのかなって、個人的には思ってますね。はい。結構 AirPods 3のね、本体画像とか、詳細のリーフとか出てたりね、しますので、はい。こちらについては AirPods Pro のね、動画だったりですね、AirPods 3の、リーク、解説した動画、別でね、こちらもありますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。AirPods ね、僕も AirPods Pro はね、充電が怪しいんで早く買いたいんですけど、あとMacBook ね、Air とか Pro について、新しい新型情報とかももちろんですし、今のM1 チップの MacBook もね、こうしっかりレビューしてますので、やっぱこういうとこがいいよねとかね、悪いところも含めてしっかり話してますので、こちらもね、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで皆さんはね、どんなものがね、出てほしいとか、どう感じましたか、これ買いたいとかね、もしあればコメントね、気軽にいただければと思います。あと、Twitter とかも日々更新してますので、フォローこちらもお願いします。はい、もっと最新情報をね、発信してます。で、こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ですね、お願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。